こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、新たに凍ったタイガイムを踏破した後、残り少ない未踏破バイオームを発見すべく駆け巡りました。単に長距離走りたかっただけじゃなかったのね。無論です。単に走りたかったなんて、バイオームが見つからなかった時しか言いません。さて現在地は地図18枚目で、今回の遠征は南コースを半分戻れば終了です。ただこの残り10キロ、気が重いです。どうせ目差でないものね。まあ、今から走り抜ける水色ルートは、探索隅の1キロ北と南のルートに挟まれているんです。この隙間にポコンとちょうど目差が収まっているなんて、奇跡でもない限りどうせ無理なんです。どちらにしても目差は出ないわよ。さてまずは2キロ進みました。海が多かったわね。探索隅の隙間コースでも、今未踏破のバイオームの中で唯一キノコ島だけはまだ期待できるんです。なので頑張って海が出てきてほしい。私も頑張って時々キョロキョロしています。おまわりさんこの人よ。さて4キロ進みました。無情にも、さらに海のエリアが広かったです。つまりキノコ島がなかったのね。まあバイオームが見つからないともなると、やることは一つしかないんですよね。もっと多彩な趣味を持ちなさいよ。6キロ地点に花が咲き乱れていましたが、もうあまり興味持てないんですよ。花はコンプリートが容易すぎるんです。なんでコンプリートしか考えないの？まあならばと、花の咲き乱れたトンネルをくぐるという趣味にトライです。それって楽しいの？正直ちょっと微妙です。悩んだ挙句、かぼちゃ収集を始めることにしました。地味だけどまだマシかしらね。集めておくと時々何かに使えそう、という実益も兼ねてます。さて8キロ地点です。見事に何もありませんでした。そして次が、拠点のすぐ北の地図です。もうさすがに終わったわね。どうやら今回の地図9枚遠征の成果は、新たなバイオーム踏破が一つ、という結果だけになりそうです。峡谷落下も一度あったじゃないの。さて間もなく遠征が終了するところで、またサバンナ M を見つけました。この場所は拠点から1キロも離れていないんですよね。こんな近くにもあったのね。これがハードコアプレイだったのが惜しいです。万一落下死してもすぐアイテム回収しに来れるので、本来なら登りやすい場所だったんです。まあ今は、登りたいけどくぐるしか選択肢がありません。いやー本当に残念でなりません。それは、心中お察しするわ。で、あのてっぺん、登りたいんですけど。くぐりたいの間違いじゃないの？いえ、本当は本当に登りたいんです。さて遠征を終えて拠点の上に戻ってきたところです。地下に潜る前にいくつかやることがあります。まず馬が逃げていないかチェックね。馬には、いずれダイヤの馬小屋に居住してもらうという重要な役割があります。さてネザーゲート周囲は、それなりに充実してきた感じです。やっぱりコンプリートするつもりなの？最近はたまたま拾った花が新しい種類だった時に植えているだけなんです。で、かぼちゃが2つ足りなかったのでここから補充して、かぼちゃ18個を早速活用して、18枚の地図を飾る場所を作りました。かぼちゃが見えなくなったわよ。いいんです。心の問題ですから。で、中心は、ここですね。さて今後注意しないといけないのは、地図が今で広がっている2カ所のジャングル、そしてキノコ島がありそうな広い海洋です。これだけ心に留めておいて、地下に戻ります。さて、かなり久々に戻ってきました。これからは、ダイヤが1ラージチェストに達するまでブランチマイニングに明け暮れます。あと4スタック半ほどね。計算上は風車型であと3周も掘れば十分なはずです。
ちなみに遠征前にほぼ2スタック用意していた金の人参は、これでちょうど1スタックになりました。地図9枚の探索で1スタック消費したのね。9枚で1スタック、目安として覚えやすい数字です。さてでは最前線へ。次は73周目です。で、早々に掘り始めたのですが、実はなんだか感覚がおかしいんです。どうしたのよ。まあそれはともかく、そろそろ地図を作り出さないといけません。多分この周回からですが、ギリギリ地図の範囲外に出てしまっているんです。さて1枚作りましたが、白い点の東西の位置が一致しているので、この縮尺で間違いないはずです。縦横約1キロの縮尺ね。で、少々困ったことが、地図は後でもう1枚作る必要があるのですが、紙が21枚では足りません。いつもの忘れ物ね。さて拠点から紙を補充してきました。で、先ほどの、なんだか感覚がおかしいという話です。いつもならば久々にブランチマイニングを始める時には、テンションが上がってくるものなんです。ところが今はなぜか、心の奥底から込み上げてくるものがありません。おかしいです。まさか異常が異常化したの？まあ鉱石を掘れば込み上げてくるかも、と思いましたがどうもそれもないようで、なんだか石を掘っているのと同じ感じで無感動です。ダイヤを見つけてもやっぱり同じ。これは何なのでしょうか。あ、ついに悟りの境地に。違うと思います。まあともかく惰性で掘っていたら、3箇所目のダイヤ鉱脈を掘り当ててから、まず金を掘り当てて、さらに金を掘り当て、ダイヤを挟まずに3連続で金。さらに金が4連続。これで5連続で金です。悟りがダイヤ発見を阻害しているのかしら。さらに6連続です。さすがに金ばかりですぎね。なお、過去のデータではダイヤ鉱脈と金鉱脈の掘り出せる割合はほぼ半々、47対53の割合です。つまり今の時点で、約2の6乗分の1。また金で7連続。さらに金で8連続です。ここで金が1スタックを超えました。まだダイヤは20個しかないわね。ここまで金の数がダイヤを突き放したのは初めてかもしれません。さてそこから2分ほど掘ったところでゾンビの音が聞こえてきましたが、小さいのもいます。きたー。剣を。慌てすぎよ。まあノーダメージ出し結果が全てです。さてそこから1分ほど掘ったところで、うおー。ラグさん現れたわね。まあ心の中のトラウマ3歳飼いならせばなんてことないのですが。で、しばし待って掘ってみたらついにダイヤが。やっと金の連続が止まったわね。8連続で 53% の金鉱脈が出た、として計算したら、確率160分の1のそれなりに珍しい現象だったようです。さて73周目を掘り終わりました。なお増加の数字には、ジャングルの神殿で入手したダイヤ7個と金15個が加算されています。金がえらく減っているけど、半分は地上探索用の金の人参作成分で、もう半分は峡谷の底で上位の金リンゴを消費した分です。そして、74周目終了しました。何もなかったの？いえこの一周、波乱万丈の様々な展開がありましたが、大した意味がなかったのでカットしました。賢明な判断ね。さて、この2周のダイヤ採掘量は期待値を下回ってしまいました。取れたダイヤは2スタックとちょっとしかなかったです。ちなみにモブのドロップ品を見れば、波乱万丈の展開があったことの証明になるかと思います。クリーパーすらいなかったのね。ダイヤは1ラージチェストまで2スタックと半分、あと1周でいっぱいになるか微妙です。
でもこの2周の反動は来そうよね。なんだか雷が鳴っていますが、上位の金リンゴは再び目標の3分の1を超えました。さて今回は、無理は禁物と見てこの程度でとどめました。どうやらリハビリが必要のようね。次回はダイヤ1ラージチェストを達成する予定で、記念に地上で何か作れればと思っています。あら、もう地上に出るの？ダイヤがいっぱいになるとしまう場所に困るし、ダイヤブロックにして格納するのは味気ないんですよ。まあそれなら地上で展示しようかと。というわけで次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。